精神分析、性格判断とかなら面白そうですが、生活に支障がある場合は真剣ですよね。今日は精神分析について話をしてみます。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正です。前回、心理学に期待することについて動画をアップしました。今日も引き続き心理学に関する話です。超越瞑想の本では337ページ、電子書籍版では第4部成就の第3章、心理学の成就のところです。さて、心理学といっても非常に範囲が広いので、全般的な話というわけではなく、今回はその中でも特に精神分析についての話をします。ここでいう精神分析というのは、例えばある人に対してその人の過去が惨めだったとか、そういうことです。私も過去に精神科に行って分析をしてもらったことがあります。うつ病のような状況になっていた時に、なんとか普通の生活がしたいと思っていろいろなところに行きました。どちらかというと、私が行ったところは現在の状況を話して薬をもらうぐらいで、あまり過去の深い話については触れませんでしたが、そういう医者もあるようです。あるいは催眠療法のようなところで過去に遡って過去に受けた心の傷を治すという治療もあるようですね。なんとなくのイメージですが、自分でも気がつかなかったような過去のことで、それがトラウマになって今も辛い状況にあるとか、あるいは何か恐怖があってそれを克服できないというようなことがあるのかもしれません。そういう過去の辛かったことというのは、例えば何か逆境の中で過ごしてきたこととか、仲間とか誰かにいじめられたりしたこともありますね。あるいは周囲の人たちに愛や調和がなかったとか、誰かに裏切られたとか、いずれも過去に嫌な思いをしたことについてですね。こうして話をしているだけでも、なんだかこういう話題って気持ちがちょっと沈みますよね。こういう暗いことばかり思い出させるような精神分析法については、マハリス先生は人の意識を低くすると言っています。マハリス先生の言葉ではないのですが、最近よく聞く言葉に波動というものがあります。その言葉を使うと波動が下がるような話という感じでしょうか。なんか例えば豪華客船で旅をすることとかを考えると非常にテンションが上がります。10日間ぐらい行きたいですね。今はまとまった時間がないので、いずれ行きたいです。海外旅行もいいですよね。こういう気持ちの問題っていうのは大事ですよね。確かに過去の辛かったことを思い出して、それが原因だったと知って、それを理解することで気持ちがすっきりするというイメージはあります。過去のどこかの時点で人生が180度変わってしまったこともあると思います。また希望を胸に抱いて参加したグループの中で裏切られて、それが原因で一生人間不信になるということもあるかもしれません。あるいは過去に犬に噛まれたとか、海で溺れそうになったということが原因で、今現在に影響を及ぼしていることもあると思います。それでもそういう困っている人に向かって、過去の環境の影響によって今の人生があるというようなことを告げることについて、マハリ先生は犯罪的な行為と指摘しています。これはそういう仕事をしている人にとっては非常に厳しい表現だと思います。誰かを苦しめようと思っているのではなく、苦しんでいる人を助けようと一生懸命に行っている中で、精神分析を行っている先生方が多くいらっしゃいます。またそういう過去の辛い話を聞き続けて、自分が辛くなってしまった精神科の先生もいらっしゃいます。ではなぜそうして一生懸命に
精神分析をしていることを否定するのでしょうか。それはそういう人の心を沈滞させる情報っていうのは、心を乱して勇気を失わせるものだということです。その人の心の奥に歪みを起こすような行為でもあるようです。本来人を元気にするには、そういう過去の分析は必要ではなくて、その逆に自分の系譜の偉大な伝統を思い起こさせたり、両親や友人ですね、その他の周囲の人たちが立派だったことを思い起こさせれば、意識は高まり、いろいろな自分の弱点を乗り越えようとする勇気も生まれてくると、この本では書かれています。もしかすると、ちょっと待ってくれよ。自分の親からひどい目にあって、そのせいで心が傷ついて苦しんでるんだよ。それなのに、その親が立派だったとか言われても、かえって苦しみが大きくなるよと思う人もいるかもしれません。確かにその気持ちはよくわかります。確かにその通りです。その時に起こったことが何だったのかを分析して、それを知的に理解して、あ、なるほど、そういうことだったんだと思ってすっきりしたいとか、他にもいろいろな思いがあると思います。あるいは自分を傷つけた人に一言謝ってほしいって思うこともありますよね。騙されて借金をして今でも苦しんでいる人もいます。そういう時には周囲の人が立派だったとか言われても、現実としてお金に困って苦しんでいるわけですし、人によっては病気になった人もいると思います。と、こうして話をしていると、やはりちょっと気分は落ちますね。そんな中で、あなたが勇気が出るような話題、何か過去に良かった出来事、うまくいったことなどを考えると、ちょっと意識が高まるというか、嬉しくなってきませんか？何か気分が良くなるような歌を聴いたり、元気をもらえる人の話を聞く。そうすると、いろいろな自分の弱点を乗り越えようとする勇気も生まれてくると思いませんか？ある人の考え方を分析して、埋もれた悲惨な過去を潜在意識から掘り起こして意識させる心理学の方法というのは、その目的がたとえその人の緊張や苦しみの原因を突き止めることであっても、あまり進められるものではないとマハリ先生はおっしゃっています。どうしてかというと、このようなやり方は惨めな過去の印象を直接強める作用があるからです。それはまた現在の意識を押し下げてしまいます。と、ここまでで一応私は個人的な見解を入れておきますね。この本が書かれたのは30年ほど前です。その時と今とでは精神分析においてはかなり変わっていることがあると思います。また私はその分野の素人です。それなので非常に私個人の誤解があったり知識不足があるはずです。それを踏まえてこの動画を作っています。そしてこれも個人的な見解ですが、過去に起こったことに対して恐怖を感じたり嫌な思いがあるということは、これからの未来にもそのようなことが起こるかもしれないと恐怖を感じます。現時点では何もわからない未来に対して不安や心配をしてしまうのは過去の恐れからかもしれません。それなので過去の恐怖を乗り越えたいって思うところもあると思います。過去の恐怖を乗り越えると将来の不安も乗り越えられると、もしそう考えた場合、現実に問題があるのであればそれが問題。過去に問題があって今はないのであれば今は何もない。今何もないというのは落ち着いて考えてみると幸せなことです。と言い始めるといろいろな話になってきます。このことについてはたくさんの人が話をしていますね。解決方法の提案もたくさんあります。考え方によって過去は変えられるとか、過去を笑い話にしてみようとか、いずれも今の状態でどうやって心が元気になるか、楽しくなるかということではないかな
と思います。さて、ここでこの本に戻ります。では、どのようなことかと言いますと、過去を忘れるのは神の恵みということです。過去の自分は今の自分よりも未熟でした。その未熟な自分のことを思い出して、今の自分に暗い影を落とすということをマイナスの効果と呼んでいます。過去を振り返っても、それは昔の未発達の状態を意識レベルに持ってくるだけで、視野は拡大するかもしれませんが、同時にその人本来の創造的な才能や素晴らしい理知を曇らせることになってしまいます。それなので、それよりも意識が進化する方法、輝かしい未来へと導くことができれば、過去を振り返る必要はなくなるでしょう。それには超越瞑想がとても役に立ちます。個人の心を強くするばかりではなく、自分の潜在力を十分に活用する力を与えて、そして力強く、平和で幸福な創造性に富んだ人間への道です。記憶というのは人間に必要なものです。過去の嫌なことは忘れることはできないと思います。でもいい思い出も同時に忘れられないものがあります。未来も過去も良い方を見ていられればいいなって思います。その方が気分がいいですよね。では今日の動画のまとめです。精神分析について過去の出来事を思い出して解決しようとする試みは今の気分を暗くしてしまいます。それで解決できるかもしれませんが、未熟だった過去の出来事を思い出してもどうしようもありません。今日この時間に気分がいいかどうかということにスポットを当ててみましょう。もし今欲しかったものをもらったり、やりたかったことができたら気分はどうでしょう。過去が解決されないと喜べませんか？あるいは喜んじゃいますか？過去の分析をせず、輝かしい現在、そして未来のことを考えてワクワクしながら生きていく方向に行っていませんか？無理にとは言いませんが、そういう生き方をしたい方は、ぜひ意識が進化していく未来に意識を向けていただきたいと思います。そのためには、超越瞑想がおすすめです。最後にもう一言。過去ではなく未来に目を向ける。簡単そうでなかなかできないかもしれません。ただの理想に聞こえるかもしれません。しかし、この本では過去を見てはダメだぐらいの強い思いで私たちに伝えてくださっています。今日はここまでです。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターの無料説明会にご参加いただければと思います。私は群馬オフィスで教えています。もしこの動画を気に入っていただければ、チャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。